どうもお疲れ様です。ババログです。前回は IKEA の購入品を紹介しましたが、今回は今年模様替えをして新しいルームツアーを作るためにちょこちょこ買い足している IKEA 以外のインテリアを開封、組み立てしながら紹介していきたいと思います。めんどくささを回避するために極力組み立てが簡単なものを選んだので、気になるものがあれば参考にしていただければ嬉しいです。それではどうぞ。まず一つ目はファッション動画のバッグですでに登場しているガラスの棚です。よくコメントで質問をいただいていて本当にお待たせいたしました。今回ようやく初めてちゃんと動画で紹介させていただきます。こちらは楽天のニューバデュというお店で購入しました。サイズが80センチと100センチの2種類あって、私は80センチの方で色は原木色を選びました。パッと見本当にリアルな原木という風な感じなんですが、こちらは木目調プリントになっています。他にも大理石やコンクリートのようなストーングレー、ブラック、ダークブラウンなど5色展開なので、どんなお部屋でも馴染むものが見つかるかと思います。あまり他では見かけたことのないちょっとラグジュアリー感さえ感じさせるこんな高見えするデザインなのに、お値段がなんと 17,620 円という2万円を大きく切る価格なのもびっくりして、ほぼガラスなので部屋に置いても圧迫感がなく、パッと見木が浮いてるだけなんで失敗してもどこかに使えるだろうと思って購入しましたが、実際届いてみるとやっぱりお値段以上で大満足でした。置き場所として考えていたのは玄関だったんですが、やっぱりこれも大きくて断念しました。じゃあリビングの銀の盾を飾っている棚と交換しようかと思ったんですが、ちょっと他の家具とのバランスが悪かったので、現在の仕事部屋の撮影の背景の位置になりました。見栄えがかなり良くて、お気に入りの雑貨とかを置いて動画の背景として活躍してくれているので、やっぱり買ってよかったなと思っています。続いて紹介するこの大きな家具は、これも楽天で購入したローヤのテレビボードです。テレビボードは前の家から持ってきたものをずっと使っていて、色とかは違和感なく使えてたので予定はなかったんですが、テレビに対しての台の長さがぴったりすぎたっていうところがちょっと気になっていたのと、前は真ん中が空いていてハードディスクが見えるっていうのがちょっと好きじゃなかったのと、テレビの横にまたいろいろディスプレイをしたいなと思って探していました。欲しいと思ったらすぐ買って使いたいタイプなんですが、テレビボードは家で占める割合が高い大型家具の一つなので、素材感やデザインをかなり慎重に選ばないと他の家具とのバランスが一気に崩れかねないので、ずっとちょうどいいサイズのものをネットで検索して、デザインも重要なんですが、今回はサイズも決まっているので探すのに相当苦労しました。ネットでは素材感がわからないところもあるので、実物を見て選びたいところですが、お気に入りのヴィンテージ家具ショップを回っていたら相当時間がかかるし、買って間違いないミッドセンチュリー系の有名家具なんかにしたらお金がなんぼあっても足らないし、困った時の IKEA ですが、テレビボードに関してはずっと何年も通ってますけども、いつもなんか惜しいなーっていうデザインのものばかりで、ドンピシャなデザインのものに出会ったことがないので、今回もやっぱりスルーでした。そんな中、早々にちょっと候補に入れていて、見つからなかったらこれにしようと思っているのがこちらのローヤのテレビボードです。ネットだけで実物は見てませんが、ローヤの素材感はベッドとサイドボードを買って知っているので失敗はないだろうと思って購入しました。ただローヤは安い分購入者に作らせるから避けていたんですけども、このテレビボードはほぼ完成品で届いて、こちらでの作業は足をつけるだけっていうことが購入の後押しになりました。今回はオープンになっているところがなく、すべて扉で隠せるところがすっきり見えて気に入っています。ローヤの家具は木目調のプリントになっているものが多いんですが、このテレビボードは本体は木目調のプリントなんですが、前面に見えている扉はアカシアの木で、ここだけリアルな木材が使われているハイブリッド仕様になっています。一番目につく場所がリアルな木になっているので、正直全部木材に見えて自分自身も騙せています。続いてまた大きなものを持ってきていますが、こちらは全身鏡になります。
前の家から使っていた全身鏡は今の家でも合わないことはないんですが、ちょっとウッド部分の色が濃くてカントリー寄りだったっていうこともあり、コーデ自撮りをするときに部屋のイメージに合ってすっきり見えるものをと思って買い替えました。縁が金属のものもちょっと考えてみたんですが、ミッドセンチュリー系に部屋をいろいろまとめようと思っていたものの、やっぱり木が使われている家具が基本的に好きみたいで、置き場所もリビングと決めていたこともあり、近くに置いているテレビボード、照明で使われている薄めの色の木を使っていて、なかなかまとまっていたので、こちらの方にしてよかったと思っています。引っ越ししてから採寸と注文がめんどくさくて、長さがちょうど良かった IKEA の一番安いカーテンをとりあえずかけていたのですが、結局そのまま買わずに1年経ってしまって、ようやく重い腰を上げてブラインドを購入しました。本当はバーチカルブラインドという縦型のブラインドが欲しかったんですが、私の家は賃貸なのでカーテンレールに取り付けられるものをと思って探していたんですが、ネットで調べてもカーテンレールに取り付けのタイプを見つけることができず、ちょっと注文の方も難しそうだったので、取り扱いのあったニトリに行って聞いてみようと思ったら、バーチカルブラインドってやっぱり重いみたいでカーテンレールに取り付けるタイプがなくて、直接窓枠にネジで固定するしかないから、後々大家さんとのトラブルも多いですよっていう風にたしなめられて、じゃあちょっと考えますと片落として持ち帰り、ニトリ以外でまたいろいろ探してみたものの、ちょっと見つかりそうもなかったのでバーチカルブラインドは断念しました。結局普通のブラインドにしてもオーダーとなると失敗したくないので、またニトリに行ったら今度は幅が長すぎるので、カーテンレールにつけるのはちょっと重みで落ちてくる可能性があるのでおすすめできませんと、また苦言を呈されて、いやニトリ心配性すぎて全然ブラインド作らせてくれへんやんと心折れまくったので、ちょっと間違いないか相当不安で避けていた楽天で注文することにしました。ネットで注文するのを避けてたのは、オーダーする方法が分かりにくいっていう先入観と、楽天でブラインドを調べてみたらどのお店も100円とか1円とかの表記ばかりで、実際いくらになるかよく分からず、どこが安いのかっていうのを比較検討も相当時間がかかりそうだったので、今回はもうニトリでは注文させてもらえないので、意を決してネットオーダーを初挑戦してみました。楽天でカーテンレールに取り付けられてオーダーもできるところを探してみたら、ページも注文方法も分かりやすかった壁紙道場さんがオーダー入力も簡易的で分かりやすく、リビングの幅のものはちょっとなかったんですけども、最長のサイズでオーダーして入力してみたら結構安くてあっさり簡単に注文でき、さらに4日ぐらいで届いたので、店舗で注文するよりも早くて実際すごい便利でした。カーテンレールへの取り付け方も動画で説明してくれているので、取り付けも簡単でした。本当に食わず嫌いをせず、もっと早く注文すればよかったと思っています。そしてもうずっと玄関に置くサイドボードを前回から買っては失敗を繰り返しておりましたが、ようやく正解にたどり着いたのがこちらのヘイのシェルフになっています。そもそも玄関にサイドボードを置くのは動線的に邪魔で無理があるっていうことにやっと気づき、もう失敗したくないと思って高くても間違いないものを買おうとネットでまたいろいろ探してたところ、ヘイのサイトを見ていたらたまたまこのシェルフのシリーズを見つけて、サイドボードとかテーブルとかを置くことばっかり考えてたんですが、壁に棚をつけて浮かせたらいいんちゃうっていうことをひらめきました。ヘイだからシェルフにしてはちょっとお高いんですが、サイドボードにするよりもお値段は抑えられたので、完全に盲点だったシェルフに考えを切り替えられてよかったです。サイズは3種類あって真ん中のサイズにしようと思ってましたが、韓国のヘイで実物を見たら結構大きかったので、一番小さいサイズにできたことによってさらにお値段も抑えることができました。いろいろ雑貨を置いたり、出かける前や帰ってきた時のちょっと置きができるくらいでよかったので、サイズ的にも最適解でした。次はアクタスでたまたま見つけて衝動買いしてしまったフロアライトです。これは必要だったというわけではなく、ただただ欲しいってなった完全な衝動買いになります。アクタスのラグジュアリーなレイアウトを見に行くのが好きでよく見に行くんですけども、デザインライトのコーナーでこの幾何学的で珍しいライトが飾っていて、大きいし高そうだけどちょっとおいくらかしらと思っての値段を見に行ってみたら、少しへこみがあるということで展示品処分として12万円が6万円の半額になっていました。
6万円でも正直高いんですが、うちのコンクリートの壁に飾りたいっていう気持ちが高ぶりすぎて、一旦離れたものの他のお客さんがそのライトの近くにいて、あかん取られるって思ったら、もう急いで店員さん呼んで、これくださいって言ってました。飾る時に気づいたんですが、この丸いモチーフは磁石でいろんな場所につけてデザインを変えることができるみたいです。実際は12万円のライトなのですが、6万円で買えてすごいお得だったかもしれません。ただ今ライトのコードが見えてしまうので、コードを隠すためにこの下にちょっといい椅子を置きたいなと思っています。ちょっとおまけで小物ですが、ずっと欲しかった神棚を購入しました。進行は特にないんですが、フリーで仕事をしていると結構仕事に関しては神頼みをしちゃうもんで、神社に行ったらお守り以上の力を発揮してくれそうなお札を買うんですけども、いつもお札を置く場所がなく、テープやピンで直に壁に貼るのもどうかと思って困っていて、何かいい神棚欲しいなとずっと探してたんですが、ご利益のことを考えると仰々しいものが欲しいものの、部屋の中では完全に浮いてしまうので、ちょっとモダンな神棚をいろいろ見てたんですが、これといったものがなかなか見つからず買えなかったんですけども、さっき紹介した全身鏡を買った関家具さんで、この衝撃的に可愛い雲の神棚が出てきました。素材は真鍮でちゃんと神棚として売られていて、お値段も予定していたお値段よりかなりお安く、他にも榊が飾れるものとかいろんな種類がありましたが、一番シンプルなこの雲の神棚にしました。早く飾りたくて、つい最近伊勢神宮にお参りに行ってきまして、お札を買ってきたので早速飾らせていただいてます。以上、今回はインテリアの衝動買いの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。